どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年36、37合併号ワンピース最新話1021話デモニオを考察してきます。この1021話でもとんでもないことが起こりました。そしてこの1021話を読み解く鍵は手です。手に注目して一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いにネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1021話のスタートは引き続きロビン VS ブラックマリア姉さん。前回の1020話でサンジをバカにされたロビンは巨大かつ上半身裸の自分の分身を生み出し、同じく上半身裸のブラックマリアとの巨大な完熟セクシーバトルが始まりました。この巨大なロビンの胸は手で覆われていますが、これはおそらく前回1020話の話数の語呂合わせ手ぶらでしょう。これを前回僕としたことが見落としていました。まだまだ未熟の身です。そんな大きくなった手ぶらのロビンを見たブラックマリア姉さんは、随分大きくなれるじゃないか、体力を消耗しそうねと言います。意味深ですね。ここでロビンは無数の巨大な手を振り回し、シーサーペントという長く伸びた手技を繰り出してブラックマリアをつかみます。このロビンの技シーサーペントとは、海で目撃される細長く巨大な体を持つ未確認生物ユーマの総称です。この巨大な竜というモチーフはこの1021話の後半につながります。巨大ロビンちゃんの手につかまれたブラックマリアはその腕を攻撃することでロビン本体にもダメージが効くことを発見し、ザクザク切り刻み、さらにマリアネットという技で巨大な分身ロビンをがっつり拘束します。これが1021話の話数の語呂合わせ1つ目、手縫いでしょう。ぬを表す数字はないので、語呂合わせサイトではニュのイメージから2をぬとしているようです。そしてここまで何度も言ってるように、鬼ヶ島と表裏一体となっているスリラーバークでもロビンはサルグモタラランの糸に拘束されていました。さらに933話の扉絵でもロビンは雲と編み物をしており、さらにドレスローザでロビンは大人間として扱われ、レオの縫い縫いの実で縫われていました。こうしたロビンの手縫いのイメージは、おそらく考古学者としてホーネグリフを縫う、紡いでいくイメージからでしょう。ブラックマリアはここでさらに仕上げとしてオシズマリアという技で上半身裸の巨大なロビンをビーンと貼り付けにしました。これには読んでいるこっちもビーンと敏感になりましたが、なんとか僕の方はオシズマリアして自分を鎮めます。ブラックマリアは自らを格闘家だと語り、手にメリケンサックをつけてロビンをタコ殴りにします。これが1021話の話数の語呂合わせ2つ目、鉄腕でしょう。こちらの語呂合わせは前回のコメント欄で多くの方が的中していました。さすがです。さらにもう一つ、1021話の話数の語呂合わせ3つ目はどついたれでしょう。しかしここでロビンは花々の実の巨大化を一時解いてブラックマリアのオイランナックルをかわして反撃しますが、ブラックマリアは行き止まりアでブロックします。さらにその糸に火をつけて温まりアを放ち、周囲を火の海にします。これが1021話の話数の語呂合わせ4つ目、糸に火でしょう。ロビンを追い詰めるとまたもやブラックマリアがサンジをバカにして、さらに世界中が欲しているのはオハラの悪魔の生き残り、悪魔の子ロビンの脳みそだけであり、手足なんて必要ない、人格も必要ない、生きてりゃいい、お前はただの道具だと煽りまくって火の海の中で殴りまくります。これが1021話の話数の語呂合わせ5つ目、手にいるでしょう。手にいるとは自分の所有物となるという意味であり、さらに熟練するという意味もあります。ここでロビンは殴られながら過去に革命軍コアラやサボと過ごした修行期間を思い出しますが、その前にこの殴られながら過去を思い出すシーンは扉絵のセニョールピンクとつながっているでしょう。扉絵で泣いているセニョールピンクとフランキーの語呂合わせはかなり強引ですが、頭部雷からの砲頭部雷でしょうか。砲頭部雷とは酒にふけり勝手気ままに振る舞うことです。脱線しましたが本編に戻りましょう。ブラックマリアに殴られながら革命軍と過ごした日々を思い出すロビン。ここでコアラは魚人空手を、サボは郵送剣を教えてあげるといい、ハックはロビンは関節技だけで十分強いと言い、そしてロビンはそれなら手のひらを教えてと言います。これも熟練という意味の語呂合わせ、手にいるでしょう。この熟も1021話の後半とつながります。そして悪魔の子ロビンはミルフルール魚人空手悪魔咲きデモニオフルールでなんと悪魔化しました。
前半の海では小原の悪魔、悪魔の子と呼ばれたロビンが、後半の海では本当に悪魔になるという表裏一体。何度も言うように、ワンピースの前半の海と後半の海は鏡のような表裏一体になっていると考えています。悪魔化したロビンはまるでブラックロビン。そう、この戦いは悪魔であるブラックロビンと黒い聖なる母、ブラックマリアの悪魔 VS 黒い聖母の戦い。1021話のタイトル、デモニオとはスペイン語で悪魔という意味であり、さらにデモニオを逆から読むと鬼モデ、ロビンの鬼モデル。いや、優しいロビンから怒りの鬼モデル。仲間を馬鹿にされたロビンに悪魔の花が咲きます。そして花と悪魔といえばブルックなのです。前回1020話ではお互いを似た者同士だと言っていましたが、ロビンは1020話では全滅した小原の生き残り、ブルックは全滅したルンバー海賊団の生き残り、ロビンは花々の実、ブルックの異名は花歌。ロビンは悪魔の子であり、今回悪魔化しましたが、ブルックはハラヘッターニャでテナガ族を倒すために召喚された悪魔王と呼ばれていました。話を戻しましょう。悪魔化したブラックロビンの姿を見たブラックマリアは恐怖で逃げ出しますが、手が長いブラックロビンに捕まり、今度は逆にブラックマリアが全身を拘束されます。そこへブラックロビンの巨大な足が振り下ろされて、ブラックロビンの関節技グランジャグジークラッチが決まって、ブラックマリアの骨はボキボキに砕けます。ここでのロビンちゃんの表情はオラーという女子レスラーのような表情。これが1021話の話数の語呂合わせ6つ目、鉄槌でしょう。こちらの語呂合わせは先週内容も含めて的中できました。そして面白いのは再びハラヘッターニャのブルックです。ここで悪魔王と呼ばれたブルックは血の鉄槌をテナガ族に与えてほしいと言われていました。血の鉄槌です。これが1021話の語呂合わせ鉄槌とつながり、さらに1021話でコアラはいざって時の打撃だよ、パンチと言っていましたが、このブルックが悪魔王と呼ばれた524話、タイトルはもう誰にも止められない。524話の話数の語呂合わせは拳です。ここでロビンが振り上げた足は技を決めた時に黒い色に変色していますから、これはもしかするとロビンは武装色の覇気をコアラとサボから学んだのでしょうか。まだあります。この悪魔化してクラッチを決めたロビンはスリラーバークで月光モリアにクラッチを決めるも効かず、影を取られたロビンとも表裏一体でしょう。そして血の鉄槌の悲鳴にブラックマリア軍団がこっそり覗き見ると、そこには悪魔化したロビンが睨みを利かせます。この隙にブルックは大技フラーズダルムオーケストラを放ち、巨大なトーン記号で7人のブラックマリア軍団を黄泉の霊気で一気に攻撃して勝利します。これが1021話の話数の語呂合わせ7つ目、トレビアンでしょう。小田先生は2月2日ビビの誕生日で美を2と採用しており、1はウィキペディアによるとアです。場面は変わってトカゲ港。ルフィはここで前回登場したカリブーの1ヶ月分の食料をバクバク食っています。これが1021話の話数の語呂合わせ8つ目、丼一杯でしょうか。そしてバクバク食べるルフィから少し離れたところで、何やら桃之助が忍にお願いをしています。そこではなんと桃之助が忍の熟々の実で大人にしてくれと泣きながら懇願しています。これは先週読み解いた通りでした。まずはこちらをご覧ください。そして役割といえば熟々の実の忍です。よく考察界隈で言われているのは、この熟々の力で桃之助が大人になるのではないかと言われていますが、この一見ぶっ飛んだ考察には実は伏線になりそうなものが2つあります。まず1つ目は魚人島です。こちらの動画では魚人島先取り説を考え、白星と桃之助の表裏一体を考えましたが、魚人島のデッケンは玉手箱があれば白星姫がすぐに大人になれると表現していました。さらにもう一つの伏線として、桃之助は象で早く大人になって仇を討ちたいとも言っていましたから、これが伏線となって桃之助が熟々の実で一時的に大人に変化する可能性はあるかもしれません。1021話の話数の語呂合わせ予想3つ目はチンプイというのはどうでしょうか。チンプイ、つまりチチンプイプイ、痛いの飛んでいけという呪文。この語源は知人武勇という言葉から生まれたもので、これは忍者の呪文としても使われていますから、もしかするとチチンプイプイ大きくなーれ、
忍が熟々の身で桃之助を一時的に大人にするかもしれません。この桃之助が大人になるという考察は他の YouTuber の方もしていますが、それよりも前、最初にしっかりと考察したのはおそらくこちらのサイト、漫画好き .com に投稿されている2018年の記事でしょうか。僕はただこの考察のタイミングを的中できただけです。これは310話の巨大なピンクの竜の扉絵が伏線になっており、さらに象を登ったピンクの竜之介、さらに桃之助が登場したパンクハザードではビッグマムのためにシーザーが子供の巨大化実験を行っていましたし、ここまでピンクの竜、桃之助が大人になるという伏線が数多く貼られているようです。が、いやしばらく。ここで考えたいのは、忍は一度大きくなったら元には戻れないと言います。ここがポイントでしょう。かなり悩みましたが、僕は桃之助は大人にはならないと考えます。その理由は、心が子供のまま桃之助が大人になったら、ムカつくからです。冗談はさておき、心が子供のままで見た目だけが大きくなっても、そんなチートは何の意味もないと考えます。ルフィならおそらく桃之助をその場で殴るのではないでしょうか。そうじゃないと。桃之助が成長すべきは体ではなく心でしょう。泣きながら無理なお願いをする桃之助にルフィは、ちょっと待ったと一括してからの、全部俺に任せろと言いそうです。この展開が最も激アツであり、ルフィらしいと考えます。これは310話の扉絵からもわかるかもしれません。まず310話の話数の語呂合わせは、暫時。暫時でしょう。暫時とは少しの間、しばらくという意味です。そして310話の扉絵にもしばらくと書いてあります。しばらくとは歌舞伎の演目、しばらくでしょう。しばらくの意味はちょっと待ったです。そして310話のタイトルはグロッキーリング。グロッキーの語呂合わせはグロッキー。969話、タイトルはバカ殿。つまり、ちょっと待て、バカ殿桃之助となるかもしれません。どうでしょうか。とも言いつつ、おでんの面影に似ている大人の桃之助を見てみたかったりします。以上です。続いてはいつものように次回1022話の展開を話数の語呂合わせとともに考えていきましょう。1022話の話数の語呂合わせ予想一つ目は、呪術。呪術というのはどうでしょうか。忍の熟々の身の呪術によって桃之助は大人にしてもらうのでしょうか。それにルフィがちょっと待ったをかけるのでしょうか。また、呪術という語呂合わせからホーキンス VS キラーが展開されるかもしれません。1022話の話数の語呂合わせ予想2つ目は、問う武人。問う武人というのはどうでしょうか。キラーの異名は殺戮武人ですから、そんなキラーにホーキンスが戦う意味を問いかけるかもしれません。1022話の話数の語呂合わせ予想3つ目は、天実。天実というのはどうでしょうか。天実とは太陽の光です。それは希望。希望とは英語でホープであり、199話ホープでルフィはペルに乗ってビビを救い、国を憂いで泣くビビに笑いました。これが泣きながら和の国を憂いでいる桃之助とリンクして、涙する桃之助のためにルフィは最後にニカッと笑うのではないでしょうか。そう、笑うほどニカ。太陽の神ニカです。アラバスタでクロコダイルを吹っ飛ばすためにペルに乗ったように、和の国でルフィはカイドウをぶっ飛ばすために再び竜である桃之助に乗って鬼ヶ島へ舞い戻ると。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。